こんにちは、山下夏美です。7月20日月曜日、3連休最終日ですね。今日も平塚海岸でスキムボード練習していきました。スキムボード練習に関しては多分3連休で一番波が良かったんじゃないかなっていう風に思います。できた時間がかなり長かったかなっていった印象です。メインはこのライナー波ですね。バックサイドライナーがかなりメインの波だったかなっていうふうに思います。風も3連休唯一のオフショアスタートで、それもかなり条件としては大きかったかなといった感じです。ライナー波と、そこでのトリック練習をメインでやっていった感じです。形が良かったからね、波の相当やりやすかったかなといった印象です。前日日曜日もう同じような形は来てましたが、風が強かった影響でやりづらさもあったんですが、今日に関してはそこがオフショアになってくれた分やりやすくなったといった印象です。ど満潮ですね。満潮ぐらいの時間で一応遊べてたかなっていうふうに思います。潮止まりでもあんまり影響を受けてなかったかなと思います。多少波数は減りましたが、満潮前から引き始めぐらいの段階で一番いい時間だったかなっていうふうに思います。唯一ここだけがインサイドブレイクする場所なんでね、しっかりここでいろいろ試していく感じだね。これとかも悪くないですね。しっかりライナー波掴んで、あとはこういうフロント波もしっかり狙いつつ、ライナービッグスピンいいですね。これもかなりいいと思います。スピナー、リッピング、オーリー、スリーショービットいいですね。ナイスコンビネーション。1つのターンに3トリック、これはライナー側だけど少しブレイクが特殊ですね。たまに今みたいに先に割れてしまうことはあったんですけど、基本は追いつける。こういう風にそういう狙いができる。たまに置いてかれる波とかがあったから、そこの見極めは難しかったかなっていうふうに思うんですが、ほぼほぼ乗れる波だったので、間に合ったり乗れる波っていうのがメインだったので、あまりその辺は気にせずどんどん走っていくようにしました。この時間スキムボーダーも自分含めても2人しかいなかったから、かなり波数自体はそんな多くはなかったんですけど、ちょうどいい感じで回せてて、本数打ててたんじゃないかな、少ない割には。これもライナー側前出れんじゃないかな。いいですね。カメラスレスレ。ライナーワンアクション入れてオーリー、悪くないコンビネーションですね。リッピングスピナーグラブして前に出る。これうまいですね。かなりうまい。フロントビッグスイッチ状態でターン。形がいいからやっぱいろいろ試せるっていうのは大きかったですね、今日の条件は。リッピングからビッグスピンからスイッチビッグ、ダブルビッグスピンコンビネーションですね。今のはスプレーターンですね、フロントサイドの。この上から見ると分かりやすいけど、この正面だけなんでね、本当にうねりが綺麗に割れてるのが。この時間バックサイドアーリーからハーフスピンでコンプリートかな。
ロントサイドターン、そしてスイッチに切り替えつつラップだね今のは。テイクオフ、フロントビッグハーフスピン。これ最後なかなか落差ある場所でしたけど、よく板を抑えきりましたね。ライナーいいですね。しっかりこれは加速させてノーマルのライナーですね。ここに来てずっとトリックやってたのをトリックなしであえてコンプリートしていく感じ。厳密に言えば単純にトリックが決められる波ではなかったっていうのはあるんですけど、そこの瞬時の対応っていうのはすごい重要かな。180ですね。これは180しながら波の前に出る感じですね。これはいいリップでの180だね。かなり高さもありましたね。気持ち飛ぶタイミングもレイト目でコンマ1秒分ぐらいですけど飛びましたね。フロントサイド180、これ高いですね。悪くない。これはちょっと飛び気味にターンしてやや遅れ気味だったのを一気に前に出た感じだね。そしてこれはリッピングスピナーからのビッグスピンコンビネーション。これも悪くないですね。フロントビッグでスイッチ状態で前に出る。これはフロントサイドかな。ナイスターン。ライナー側、これは前出れるかな。ちょっと惜しい感じだけど、しっかり乗り切っているね。リッピングからハーフスピンでストールしてゆっくりもう半回転戻す感じかな。これはリップで180を狙ったけど飛ぶタイミングが合ってなかったね。これはバックサイドアーリー狙ったけどテール刺さっちゃった感じかな。悪くない狙いだったね。でもフロントサイド、これはスプレーターン狙ったけどレールがすっぽ抜けましたね。これはラップライン、今日の中でも数少ないラップのうちの1本かな。多分トータルしても多分5本ぐらいしかラップラインはなかったんじゃないかな。この辺りはラップライン狙えてますけど、ここで海水浴場が開放されたのでね、一回サーフィンを狙いにコート前に移動してったんだけど、1本サクッと乗れたんですが、この後もう全く乗れず、引いてきてちょっと割れやすくなるのかなと思ったら全く割れないみたいな感じで、結果的に、多少乗りやすくはなったみたいですけど、最終的にはサーファーの人たちもほぼほぼ乗れなかったって言ってましたね。これが引っかからないんですよね。でこうやって引っかかるんですけど、ここで結構踏まないと前出れないことが多かったり、踏んでもそのまま消えちゃうことが多かったから、
まあ、かなり難しかったんじゃないかな。まあ、結果ね、1時間で1本しか乗れなくて、サーフィンも最初の1本目ですね。でまあかなり厳しいっていうのが分かったんで、まあ、スキムに戻ってます。この辺りこれがおそらく今日のベストラップだったかな。まあ、ここもほぼテトラの中ですね。最近一番入ることが多いかな、この辺で。海水浴場開放前にテトラの中でやって、まあ、その横あたりですね、海水浴場エリア範囲外あたりの場所に移動するっていうのが、まあ、定番ですね。今のスキムをやるにはこのテトラの東が結構広い範囲で今地形が悪くない感じなので、まあ、波もすごいいいわけではなかったので、この辺はちょっとトリックをメインでグラブビッグスピンとかマックツイストをちょっと練習していた感じの時間かな。まあ、波が来たらこういう風にライナーを狙っていく感じ。これとかはちょっと遠いけどしっかり流してオーリーまで。インサイドでラップラインかな。テイクオフ少しスープ気味からここから前に出るハーフスピンしながら前に出て、これちょっとこの角度だと分かりづらいんだけど前にはできれてないですね、微妙に今のは。これとかねちょっと惜しいんですよね。手前の波と重なるのが読めてたら多分乗れたと思うんですけど、これとかラップラインがいくけど最後が消えちゃうから乗り切りづらい。インサイドで一応引きつけて結構遊べる感じであったので、まあ、そこでドンピシャで慌てられるかどうかが結構乗れる乗れないの差っていうか、気持ちいいライディングができるかどうかって感じでしたね。まあ、スピード感であったりとか、まあ、加速の重要性があったかな。この辺は加速さえできればとりあえず乗れるみたいな感じだと思います。特に見た目よりパワーがない感じだったから、こういう風にね波ないとこでもしっかりターンした時の加速初速とかがあれば乗れる感じではある。逆言えばスープターンでも初速があれば乗れるんだけど、初速がないと今みたいに置いてかれちゃうことだったり、まあ、こういう風に波の前には出れそうで出れないみたいな感じになっちゃうから、狙いは難しかったですねやっぱり。でこの辺りでねちょっと風が入り始めて、南風がもともとちょっと早い段階で、まあ、南風にはちょっと触れたんですけど、まあ、強まらずに結構いい感じの風回りでやれてたんですけど、この辺りでちょっと風強まった影響で波が一気に来なくなってしまって、まあ、さっきまでライナー波とか、まあ、気持ちラップラインが狙えるような波を狙ってたんですが、まあ、かなりいける波が限られてしまうような条件になってきたって感じでしたね。まあ、このフロントサイドリッピングスピナーが多分最後に一番良かったライディングかな。まあ、これとかも悪くない位置だけどこれ以上が出せないみたいな感じ。まあ、最終的に風が吹いてきた影響で難しくなっちゃった感じですね。まあ、だいたいミドルタイドぐらいですねまで遊べて、まあ、風入っちゃうとここまで波変わるかみたいなのも気づけたんで、まあ、3連休最終日スキムに関しては一番いい感じで、まあ、練習できたんじゃないかなっていうふうに思います。まあちょっと地形があまり良くはないですが、まあ、唯一決まってるこの辺りでいい練習できたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。